ご視聴ありがとうございます。今回は、とあるターミナル駅の隣にある廃駅のご紹介です。今でも施設が残る廃駅が70年余りかけて歩んだ歴史と、その先にあるもう一つの遺構の正体に迫ります。地上の出口が妙に立派な理由ととあるプロジェクト、そして廃駅ツアーができる理由にも注目です。ここは JR 山手線や京浜東北線が発着する上野駅から少々離れた成田空港直通特急であるスカイライナーが発着するあの駅。そう、京成本線の起点、京成上野駅です。以前、この近くにある上野動物園で運行されていたモノレールをご紹介した時は、ここを右に回り込んでいきましたが、今回はそのまま駅へと入ります。京成上野駅は、高架の線路もある JR とは逆に、駅全体が地下にあります。京成本線は、ここ京成上野を起点に、隣の日暮里駅の手前まで、およそ 1.4 キロにわたって地下を走ります。JR 線から微妙に離れた京成上野に比べ、日暮里ではホームが JR 各線と並んでいて乗り換えが便利なため、スカイライナーを含むすべての営業列車が停車し、京成上野よりも乗降客数は多く、2倍程度の差があります。この駅は、東京五輪が予定されていた2020年に向けて改装工事が行われ、構内はすっかり綺麗になりました。改札を出た床面には、地下鉄各線への乗り換え案内があります。向かって左から大江戸線、日比谷線、銀座線で、大江戸線の駅はやや離れています。改札内に入ります。この駅は2面4線で、向かって右から1番線です。スカイライナーは2番線からの発車で、それ以外の列車が他の3線を使っているようです。エレベーターの横には、スカイライナーの乗車位置案内が貼り付けられています。基本的に英語表記となっているところに、この駅の位置づけが伺えますね。この駅のホーム自体は10両対応ですが、乗り入れる列車は最大8両までとなっています。なお、スカイライナーで運用されている新型車両、AE 型には、10両編成化する構想もあったようで、京成の車両で初めてグッドデザイン賞を受賞した時のプレスリリースにもちゃっかり記載されていますが、実現するかは不明です。左側のスカイライナーに乗って成田空港まで行きたいところですが、今回乗るのは、隣に停車している普通列車です。この駅を発車する列車は、日中は毎時12本。うち3本がスカイライナーで、それ以外の速達列車が3本、残り6本が普通列車です。普通列車には、6両と8両の2種類があり、一番多いのが6両編成。京成上野駅を発車です。この駅を出ると、線路は上野公園などの中にある地下線を走ります。4本の線路が合流して2本になり、上下線が平行になる前にダブルクロスポイントに入ります。ホームが10両対応の長さで、すぐ先にあるカーブとの距離が狭かったことから、少々無理やり詰め込んだようです。そして、S 字カーブの途中で、トンネルの形状が変わります。この真上は、上野公園の園内道路。歩行者専用で、桜並木もあるため、地上から掘り下げる開削工法が使えず、山岳トンネルのような掘り方になったようです。京成上野駅の開業は1933年で、このトンネルはシールドトンネルとは違います。また、園内道路とは微妙に離れた場所を通ることもあり、線路はぐねぐねとカーブしています。一方、このカーブを抜けたあたりではよくある複線箱型トンネルになり、上下線の間には壁がある形状になります。そして一段急な右カーブに差し掛かったところで、隣の柱はリベット打ちの鉄柱に変わり、その先の景色が変わります。トンネルの左にあるのは紛れもなくホームであり、ベンチに照明、非常口の案内灯もついています。同じものは上り線側にもあり、デザインは先ほどと似ていますが、右奥は柱になっており、下り線側よりも幅があるように見えます。列車はそれほど速度を出していませんが、上下線が互い違いになっているホームをあっという間に通過です。京成上野駅から1キロ足らずの場所にある廃駅、ワクワク感が漂います。ただし、この地下区間にある痕跡は、これだけではありません。その先の S 字カーブを抜けた先で、トンネルの横が再び掘り込まれています。ここにはホームはなく、床面が丸見えですが、突き当たりには階段があり、トンネルの幅が広くなっているだけというわけでもなさそうです。ここで線路は上り勾配を増し、地上に出てきます。先ほどの場所、
柱の構造が違うため、上り線側がよく見えませんでしたね。線路は高さを上げて JR の線路をまたぎ、次の日暮里駅に到着です。京成上野駅とは対照的に、日暮里駅は2階建ての高架駅。下り線は両側にホームがあり、スカイライナーとそれ以外で乗り口が違います。ホームドアも、右側は2扉仕様になっていますね。4両編成の営業列車はなくなりましたが、ホームドアの案内は残されています。発車する列車を見送って、上り列車に乗り換えます。トンネルの入り口あたりから左側を見ると、先ほどと同じように左側が掘り込まれており、トンネルは床面まで丸見えです。そして、最初に通ったホームの跡地を見ると、左手の柱の向こうにも空間が続いており、ホームの幅が広いことがわかります。前面展望だけだと見づらいので、側面展望もご用意しました。下半分はタイル張りで、奥の壁には、時刻表と駅名板のようなものも見えます。ホームの階段は、下り方向のみのようです。一方、上り線のホームは幅が広いだけでなく、その奥に通路らしきものもあり、ホーム前方には下り階段。この階段が、下りホームにつながっているようですね。そしてこの駅の移行は、地下だけにあるわけではありません。駅舎を右に回り込み、上野公園の敷地内を、地下線のおおむね真上に沿って進みます。地下区間のところどころには、地上との換気口があります。列車が通るときには、このような轟音とともに風が吹き出してきます。古い時期に建設された路線でよく見かける設備ですが、地上にいるのに列車の音が聞こえるのは、やはりシュールですね。ホームの直前のカーブのあたりにやってきました。地上にいるのに、トンネルを走る列車の音がガンガン聞こえてきます。そして正面左、上野動物園からもほど近いこの場所にあるのが、あの駅の出入り口の一つ。地下にあったあのホームの正体とは、今から18年余り前、2004年に廃止となった博物館動物園駅の跡地なのです。この駅は、京成上野駅から900メートル先、地下線の途中に作られました。開業したのは、1933年12月。京成上野駅を含む地下線の開通と同時に開業した駅です。博物館動物園という駅名からも想像できる通り、この駅はそれらの施設の最寄り駅として開業したものです。博物館は駅の東側に、そして駅の西側には、序盤でご紹介した動画で取り上げた上野動物園があります。構内図がこちらです。改札は上りホームにベタ付きで、下りホームへは線路をくぐる階段で連絡していました。営業していた頃の駅の様子がこちらです。この駅には自動券売機はなく、切符は駅員が直接販売しており、自動改札機もありませんでした。ホームの長さは、それぞれ70メートル程度。18メートル車の4両編成でも72メートルなので、かなり短い設備です。そしてこのことが、この駅の運命を決定づけた要因の一つでした。戦前に建設されたホームの短さが原因で、京成本線では最短である4両編成しか停車できず、それでも一部がホームからはみ出していました。はみ出したところにはトンネルの内側に台を設置して補っていましたが、前面展望の光景を見る限り、幅も非常に狭く、作りも頼りない感じです。なお、先ほどのカットに映っていた出入り口は、上野動物園へのアクセスのために設置されていたものです。地味に見えてこだわりが感じられる建物ですが、現在の動物園の正門ができたことで人の流れが変わってしまい、その意味合いが薄れたことで、駅が廃止されるよりも前に役目を終えています。1965年から74年の間に閉鎖されたようですが、正確な時期は不明です。そして1981年には、普通列車の一部が6両編成になり、この駅に止まらない普通列車が現れます。営業は一部の時間帯に限定されるようになり、末期は朝7時台から夕方6時台までと、夕方のラッシュの途中で営業が終了していたのです。営業時間であっても通過する列車があったため、列車間隔が1時間ほど開く場合もあったそうです。京成上野駅から900メートルしか離れていないこともあり、多くの乗客がそちらへ移っていきました。ちなみにその京成上野駅も、1933年の開業当初は、ホームは4両分しかありませんでした。67年には1線潰して1線だけ6両対応にしたものの、それだけでは対処しきれず、72年10月から75年12月にかけて大改良が行われます。この間、
6両編成が隣の日暮里で折り返したり、半年間駅の営業自体を止めたり、一時的に一面二線で営業するなど、かなりの大工事でした。一方、この博物館動物園駅には、特に手が入れられることはありませんでした。先ほどの写真は、この駅が休止となる直前に撮影されたものですが、撮影されたのは、実は1997年3月。平成9年、あと数年で21世紀を迎えようという時期、東京のど真ん中にありながら、昭和に取り残されたような状況だったのです。将来的に京成本線の4両編成を廃止する計画もあったため、駅を営業し続けるには、トンネルの拡張が必要でした。それには巨額の費用がかかりますが、この駅は隣と1キロ足らずしか離れていなかったため、巨額の費用をかける動機には乏しかったようです。そういえば、似たような経過をたどった近い駅がある、複雑な経緯を有する路線を取り上げた動画もありますので、ぜひ見てくださいね。自動券売機や自動改札機が導入されなかったのも、編成両数が増える中で、いずれこの駅を廃止するつもりだったからかもしれません。この駅は結局、97年3月末をもって休止になった後、営業を再開することなく、2004年4月1日付で廃止されています。先ほどの出入り口を過ぎ、さらに進んでみます。前方の交差点の右奥には、太陽の光に照らされた、もう一つの建物が見えてきます。そう、これこそが、博物館動物園駅のもう一つの出入り口なのです。扉の前で写真を撮る人の姿も見られるこの出入り口、左側には、博物館動物園駅跡と書かれた看板があります。この出入り口も、1933年に建てられたもので、単なる途中駅にしては妙に立派な作りですが、これは当時、この敷地が皇室の御領地だったことが理由であり、設計は当時の鉄道省建築家に依頼されました。先ほどのものとは明らかに作りが異なり、屋根のたもとの装飾も気合が入っています。この出入り口には、正方形の建物の後ろに一回り小さい建物がついており、ここから階段で降りて、下のホームにつながっていました。なお、交差点の角にあるので2方向しか開けていませんが、その裏側にはもう一面あり、かつては3面が使われていました。フェンスの間からその面が見えますが、両開きの扉はなく、他の2面とは違っています。そして、なんだか奇妙なことに気づかないでしょうか。扉の横にある頭具は左側にしかなく、右側には台座の跡だけがあります。他の2面にはいずれも頭具がなく、頭具があるのは先ほどの1箇所だけです。他の5個は取り外されたのかと思いきや、実は逆。もともとは6個あったのですが、戦時中の金属教室で取り外されたものを、2010年に1個だけ復元にこぎつけたのです。そしてその後、今から4年ほど前に駅全体が改修され、駅構内の汚れ落としなどがされた上で、2018年11月23日から翌年2月24日まで、金土日限定で一般公開されていました。2面の扉はこの時新設されたもので、東京芸大がデザインしたものです。京成電鉄のウェブサイトにも特設ページがあり、路線や駅の歴史から改修プロジェクトの様子など、コンテンツが盛りだくさんです。また、現在では一般公開はされていないこの駅ですが、バーチャルツアーで内部を見ることができます。そして駅跡は、これだけではありません。全面展望に映っていたあの場所が、1953年に廃止された関永寺坂駅の跡地です。地下線の開通と同時に開業したものの、戦争末期にトンネル区間が国に接収され、その時に駅は休止、線路はトンネルを出た先で国鉄線とつなげられていました。京成と国鉄では期間が違うため、線路を3線基上にした上で、優等客車の疎開や軍需製品の工場に使われていたそうです。終戦後、1946年に営業を再開したものの、車両も設備もまだ劣悪だった当時、勾配の途中にあるこの駅を発着することが難しく、需要も見込まれなかったことから休止され、7年後に廃止されています。すでにホームは残されておらず、資材置き場などとして活用されています。長らく残されていた駅舎は2016年頃に解体され、今ではコンビニになっているものの、駅舎の裏手にあった国旗を掲げる台だけは今でも残されています。昭和16年12月8日、後期2600年記念と刻まれており、関永寺坂駅の歴史を語り継いでいます。一方、今ある設備のうち、特段手が入れられていないものは、
老朽化などで姿が変わるかもしれません。貴重な歴史の痕跡が消えることは、ぜひとも避けたいところです。ご視聴ありがとうございました。